くちゃん、今日はねちょっと驚愕の事実をお伝えするんだから静かにしててくれる？はい、始まりました。驚愕の事実。またボール持ってきました。すいません、邪魔が入って。何が驚愕の事実かというとこの冷蔵庫マイナス20度までという設定なんですが、それがマイナス30度まで設定できるということが分かりました。やり方、もう早速いっちゃいます。電源入れます。緑のランプついてます。ここまで電気来てます。これつなぎます。そしてですね、電気消えます。ちょっと電気入れます。この3つ押すと E1 20度だった。お、21、22。やめてピクちゃん。ほら、マイナス30度までになりました。マイナス30度になりました。ここで E1、E2 こういろいろあるんですけど、 E1 でやるとなぜかマイナス30度まで設定できるんですよ。ほら。で一回これで電源切ります。でも通電はしてるので一回この電源抜いちゃいます。そしてまた電源入れます。ほら、設定してるでしょ。そしたらほらもう鳴らないんですよ。もう一回電気抜けてるってこと。はい、じゃあここでもう一回電気入れます。でモード設定はいつもの通りでエコでやります。これの設定はまあ今家庭用電源なんでローでやってみます。ほらほら、できる。マイナス30度以上にはいかないですね。一応マイナス30度でやってみます。でですね、中にこのセンサー付きのこれね、センサー付きのやつ。ビクちゃん中身何も入ってないから。それと水のペットボトルを2種類用意しました。 500ml です。両方とも。1個は角の四角いやつ、これは丸いやつで、これを2つこういう感じで置いといてみます。じゃあこれで蓋閉めて、はい、これでだいたい分かります。まあ今だいたい10時ぐらいスタートね。これ今どんどん冷えてます。コンプレッサー動いてます。いくちゃん、じゃあそういうことであと何時間か経ったら来てみますかね。2時間経ちました。温度の方はマイナス18度、庫内がマイナス 5.6 っていう感じですね。ちょっと庫内見てみましょう。全然ですね。どっちの方が先早く凍るかなと思ってたんですけど、どっちもですね。5時間経ちました。今マイナス23度、もう20度超えたよね。そして中は見にくいね、マイナス
10.7 度ですね。なんか見てみましょうか。よいしょ。お、だいぶ凍ってます。こっちは？こっちも凍ってますね。凍り具合は同じ感じかな。やっぱり丸の方がちょっと遅い感じがしますね。接地面が少ないからね。ほら、マイナス25度ね。この温度計だとマイナス 13.8 度まで下がってるね。で、中はというと、もうカチンコチンだね。まあ丸でも四角でも同じだね。でそれよりこの辺にやっぱり結露みたいのがいっぱいできちゃうんでね。これがやっぱりこういう壁のところに落ちてきちゃうよな。で、思ったんですけど、この表示、これはどこを測っているのか。まあ当然ここじゃないことはわかる。ここ 1.8 になってる。じゃあここは 25.4 マイナス 25.4。ここはマイナス 25.2。ここはマイナス 28.4。ここはマイナス26。で、商品自体はマイナス 5.4？ こっちはマイナス 5.6。どういうこっちゃ。この真ん中どうなんだ。マイナス 10.3。まあ要するに側面だね。冷えてる温度は。もう一回ちょっと測ってみよう。マイナス 23.1。マイナス 26.6。マイナス 29.4。マイナス 28.6。なるほど。側面から冷えてくるっていうことなんだね。